ちらですね。出ました。2軒目です。餃子食べたい。餃子。もういいですか。はい、どうぞ。あ、もうじゃあのさ、最初に来た時にすごい感動しました。片面です。どうぞ、開いてますよ。おはようございます。今日はよろしくお願いします。もう屋台の聖地は慣れましたか？もうちょっとずつですかね。最初よりはだいぶ良くなったと早くなったと思いますけど、4月の1日からなんで今月で3ヶ月。はい。今回工房に出てたところで一番ここがやっぱり人の通りが多いんで、ここがいいなと思ってて
毎回毎回そうやって必ず拭くんですか？そうですね、ベタベタしとったらちょっとお客さんに、汚いの触らせるのもいけないんで。逆に投資をやってもらったけど。外国人の方はやっぱり名前見ただけじゃ料理の想像がつかないと思うんで、一つ一つ写真撮って分かりやすいようにしてます。それは何か験担ぎですか？これは夫の両親が買ってくれて、筆入れは父親がそれしてくれたんですよ。その猫のまつげとかおひげさんとかはちっちゃい猫はお客さんが作ってくれて、韓国人のカップルが来てくれてて、これもう即興で女の子が作ってくれたんですよ。この場で？そうですよ。これすごいですね。すごいですよね。これ提灯に書いてあるメニューっていうのははい。やっぱりおすすめメニューなんですか？あ、そうです。こちらの売り。売りのメニューです。もつ、食材にこだわってるメニュー。もつは九州産の黒毛和牛もつ使ってる。新卒で会社員をやってたんで、普通に就職1回したんですけど、向いてなくても1年ぐらいちょっと辞めちゃったんですよ。嫌すぎて次の仕事決まる前に辞めちゃったんで、それでその時後輩が別の屋台で働いてたんで、そこで紹介してもらってアルバイトで入ったんですけど、屋台にはまりましたね。観光の方とかそう地元の方、たくさんの方がにぎわってたりとか、その僕たちお店の人間がお客さんと話したりして盛り上がれると、もう屋台にしかない魅力というか、こんなオープンキッチン他にないですね。やっぱり楽しかったですね。でなんだかんだそのままもう10年ぐらいおったんで、今の工房の制度が始まったんで、それでもう自分の店いつか持ちたいなって思うようになったんで、それで。結婚今4年目なんで、もういつか自分の店持ちたいっていう話はしてたんで、その受かった時は奥さんがもう一緒についてきてくれるって話はしてくれてたんですけど、最初は時間わからなかったっていうか、まさか受かると思ってなかったんで、でもしようとは思ってましたね、奥さんとはやっぱり。夫婦でやってやりやすさってあります？自分にないところはやっぱ奥さんが持ってるんで、いろいろ支えてもらってますね。逆にやりにくさは何かありますか？やりにくさですか？本人の前で言いにくいかもしれないですけどやりにくさないですかね。僕が言ってもらった方がっていうか、奥さんがもともと看護師さんやったんですよね。あ、そうなんですか。気が強いって言ったら言い方悪いですけど、もう職場で揉まれてるみたいなんで。そこは気が利くって言わなきゃいけないんじゃないですか。
そう気が利くです。おかみさんはいかがですか？一緒にやっててやりにくいことってありますか？いやありますねこれは。何でも言えるんで、私の方がちょっとめちゃめちゃちょっと言っちゃうんで、逆になんか人間関係で悩んだりとかがないんで仕事はしやすいですね。地元の方とゆっくり話しながら楽しい空間になれるお店作りをしたいなというふうに思ってたので、この場所でできたのはそういう意味では良かったかもしれないですね。一応最南端エリアになるんでローカルというか地元の方の方が多いエリアにはなるんですけど、常連さんの中にはもう全然喋らないお客さんも屋台でもいらっしゃるんですよ。例えばその人と人がつながって話していくのを見る分は好きやけど、それをつまみで飲まれるのであって自分から話したりとかするのはそこまでっていう方もいらっしゃる、いろんな方がいらっしゃると思うので、お客さんがどうしてほしいのかっていうのを気をつけて見るようにしてますね。あとはあんまりちょっと背伸びせんっていうか、もう自分ができることしかできん、その料理にしてもそのお話にしてもサービス内にしてもですけど、あんま変なことをしようとしてから自分その好きで来てくれるお客さんまで遠のいてしまったら元も子もないと思うので、背伸びせずに自分ができること、サービス面でも料理でもですけど、サービス面ではどうしても店舗にかなわないというか、やっぱり空調設備がない時点でですね、とかおしぼりもお出しできないんで、ちょっと頑張っても劣る部分があるんですけど、ビールは昼の3時から氷詰めて冷やしてるんで、うち予約はオープンの6時15分だけ受けてるんですよ。なんで一発目に来たお客さんには一番美味しいビールと、でそういうおもてなしの面で言ったら、炭酸水も炭酸水メーカー使っていつでも強炭酸でハイボールでもチューハイでも飲んでいただけるように、極力屋台でもサービス面で頑張れるところは、そういうところでやっぱお客さんに一番ダイレクトに響く部分やとやっぱり思うんですよね。ゾノちゃんっていう名前は誰が決めたんですか？私たち今園っていう名前なんで、そこからみんなに親しみやすい名前で覚えてもらうために、今ちゃんかゾノちゃんって悩んだんですけど、ゾノちゃんの方がちょっと覚えやすいかなっていうのと、ゾノの漢字が草冠がついて鹿児島に多い名前なんですけど、女がの出身が鹿児島なんで、それにゆかりでゾノちゃんで、もしかしたらって言って帰ってこられて鹿児島ですかっていうので話が盛り上がったりとかもするので、それはあるかもしれない。久しぶりやね。エミリンが来た。こんにちは。私はね、飲み会の送りで。そうなんですか。はいどうぞいらっしゃいませ。はい、皆さんどうぞ。屋台に限らず飲食店は推しの一品メニューってものすごい大事だと思ってるんです。値段関係なく、あそこのあれは例えばその居酒屋で行ったらポテサラやったりとか、あそこの焼き鳥屋さんのレバー火入れが良くてとか、その一品あるだけで全然お客さん来てくれると思うんで、餃子、福岡一口餃子が名物なんで餃子はめちゃめちゃこだわりました。じゃあこのお店の一品っていうのは餃子なんですね。餃子が一番人気ですし、おすすめメニュー。餃子目的で来てくださる方いらっしゃったりとか、この間先月か、その韓国と香港の方が美味しかったって言って2日連続で来ていただけたり、やっぱり日本に来られる観光の方ってものすごい、福岡は特にそうなんですけど、お食事を楽しみにして来られる方もいらっしゃるんで、それで2日連続で同じお店でご飯で選んでいただけたらめちゃくちゃものすごい嬉しいです。やりがいを感じます。餃子 OK。お知り合いなんですか？友達です。
よくこちらは見られるんですか？あ、今日初めて来ました。初屋台です。そうなんですか？初です。ねえ、あんまりこっちに連れてちっちゃいからまだ連れてきたことないんですけど、友達のとこならいいかな。毎日包んでるんですけど、冷凍臭くならんギリギリの生餃子って言えるぐらいのまで冷凍させて、現場で焼いてお客さんに出す時が一番いい味になるように考えてます。今日見てるじゃん。バラとみのです。紅生姜入れん方がいいかな。入れて大丈夫。はい、ラーメンいきます。鶏皿がいるかな。はい、1枚で大丈夫。はい。焼き上がりとしては揚げ焼きみたいな感じをイメージしてるんですよ。皮の食感が側がカリッとしとるんですけど、中のあん自体はめっちゃもっちりしてるのをイメージしてるんで、食べた瞬間にそのニンニクの香りが鼻から抜けるようにイメージして焼き上がりを。え、そうだ。また変わったんや。その香るったら餃子のタレを。されました。餃子いきます。熱いから気をつけて。はい、これ一緒に全部。じゃあなんか今日しまってる。Okay, không? Okay, drink? No? No. No? Chuyến.はい、ダチー。Very hot. Be careful, please. Okay. 香港、台湾、韓国の方ってもうずっと前から福岡やっぱり近いのもあって来てくれるんで、注文のやり取りと出す時の会話はギリギリなんとか思います。いや、美味しい。美味しい。ありがとう。ごちそうさまでした。バイバイ。そうよけによ。自分は、今年35になります。平成2年生まれです。大学卒業してそのまま一般企業に就職したんで、約23歳の時かな。どんな仕事されてたんですか？引っ越しの営業してました。じゃあ営業の仕事から即やった？あ、そうですそうですそうです。もうその営業の仕事終わってからもうその後はずっとそれが23ぐらいで辞めて、今年35なんで12、3年ぐらいですかね。もうずっとやりたいです。僕のレシピというか教えてもらったのはもう居酒屋メニューというか食べることめっちゃ好きなんで、いろんなお店行ってメニューは勉強しましたね。
炭火焼きですね、薬味柚子胡椒でちょっと辛いんで少しずつつけて食べてくださいね。バイバイ。こだわろうと思えば差つけれるところはまだいくらでもあるということですね。料理にしてもそのサービスにしてもですね。瓶コーラを出すにしても氷に入ったグラスと一緒に冷えてないコーラを出すところが多いんですよね。でもそれやったら注いだ瞬間炭酸が抜ければもう美味しくないんですよ。ソフトドリンク一つにしても美味しく飲んでほしいし、言ったら僕と嫁さん2人ともお酒ダメなんですよ。最高。キンキンです。最高です。自分が東京です。亀井さん。仕事終わり。あ、じゃあ違ったらですよ。福岡で働いてらっしゃるんですか？はい。で、屋台は初めて。あ、今日こちらの屋台を選ばれた理由は何ですか？なんかお腹減ってて通りかかったらちょうどあったのでちょっと立ち寄らせていただきました。遠距離恋愛で初屋台をちょっと任せてもらったんで頑張らないと。皆さん麺の硬さはどうしましょうか？硬めで同じで同じではーい。これからだ入ってこれでこれお疲れ様です。片面です。お疲れ様です。前さんキリンはい。今夏なんでおでんお休みしてるんですけど、おでんがある時は嫁さんが朝から昆布入れて出しとるんで、嫁さんは8時半ぐらいに起きてますね。で仕入れがある時は僕が9時半ぐらいに起きてから仕入れ行って、でお昼前ぐらいに帰ってきて仕込みして、だいたい仕込み2時ぐらいに終わるようにしてるんですよ。でそっからもう2人でバタバタ5分ぐらいでご飯食べて30分ぐらい2人で仮眠取って、で4時前ぐらいに出ます。じゃあ毎日睡眠時間はどれぐらいですか？短い時で嫁さんは多分4時間ぐらいしか寝てないと思いますいやマジか本当感謝ですね。もう嫁さんがおらな考えられんですね。お一人でされてるところとかはその仕入れも仕込みも全部一人だけ、もう営業の時にはもうすぐ多分力尽きてると思います。旦那さんと一緒に屋台やるって決めた時に迷いとかなかったですか？いやー、もともと独立したいってずっと言ってたんで、もう屋台受かったら絶対一緒にしようと思ってたんで、全然。それはもう夫婦の夢。そうですね興味あるやつで最初に本物を餃子食べたい。餃子。はいどうぞ。
こはニコイチだったんですよ、中山とニコイチ。2チームになってからは強い人のムーブだね。はい。いいね。ダイヤさんがあのさ、ちょっとお願いやな。はいはいはいはあれ何なんだ。こちらの屋台のお気に入りなところはどんなところですか？でも居心地がいいっていうかね。あとご飯が美味しいです。まあこんだけ並んでて、いろんなとこ行ってますけど美味しいです。美味しいです。特にこのメニューがっていうのはありますか2回目なんで。でもあれが美味しかった。トントロ豚バラ肉。最初に来た時にすごい感動しました。そんなに、美味しかったです。そうですね。でもこう本当になんだろう。先に下茹ででネギの頭と生姜のスライスを入れて臭み取りと油を取ってそこから圧力鍋で1時間やって1回止めて圧抜いて油を水で流してもう一回圧力で1時間なんで全部で煮込んの時間で言えばトータル2時間ぐらいですね。で小分けしてから1回冷蔵させてから持ってきて現場では1回沸騰させてもう1回最後落として油を落として提供する感じですね。餃子とこれは自信ありますね。美味しいです。変わっちゃって、そういうのもありのやっぱり人間なんだ。軟骨煮込みです。はい。紅生姜つけて大丈夫ですか？どうぞ、開いてますよ。いやでもこうは。すいません、チャーシューメーカーですね。熱いので気をつけてください。はい、すいません、お待たせしました。はい、で明太子のしとって。もつ焼きなんで。オッケー。お待たせしました。もつ焼きラーメンですね。出ました。私のような前になって2軒目です。ここで締めるために1軒目はちょっと抑えめにしました。これで消化して明日の火起こしに使います。
いや、そうですね。今日も。なんかこの屋台が長浜の屋台もらったんで、引き出しとかがないんですよ、うちの屋台。なんで中に直せれんけ、いちいち全部別のコンテナにきれいに直さないといけないんで。この屋台は長浜で使われてた屋台なんですか？もろ長浜仕様って感じですね。この突っ張りの棒が一本にで両方貼るところとかもう長浜ならではって感じで、も換気扇とかそういう設備もないんで、この屋台自体は築年数がもう30年以上も経ってるんですよ。目指す夫婦屋台、ここに来て安心するというか、愛されるお店、一息つけるような温かみのある屋台ですね。あそこ夫婦でやっとっていい人やし、料理も美味しいし言ってもらえるようなお店かな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。